どうもカペラです。水族館に行った時のクリオネの動画です。いきなりすいません。はじめまして、こんにちは。クリオネって何食って生きてるんでしたっけ？前にテレビで見た記憶なんですが、確か肉食的な感じで捕食するとき触手みたいのがガバって出て怖かった気がします。こういう衝動的な生き方は素敵だなって感じます。そんなクリオネに触発されたのか、急にアクアリウムやりたくなったんです。でも周りにアクアリウムやってる人がいなくて、一人でやってると結構煮詰まっちゃうタイプなので、のめり込みすぎちゃうんです。そこで動画を通してアクアリウム仲間ができたらいいなぁなんて思って投稿しています。稚拙な初心者動画ですが、よろしくお願いいたします。今結構いろんな動画が YouTube にアップされてまして、たまたまそれを見たんですよ。そしたら自分が知ってる水槽と全然違って、皆さんすごいんですよね。めちゃくちゃ綺麗なんです。水槽の大きさなんかも種類多くて30センチキューブなんか家に置いたらおしゃれじゃないですか。自分でもできたらいいなーなんて思ってるんですけど、できるんでしょうかね。昔中学生の時に2年くらい水槽をやったことあったんです。なんで始めたか記憶にないんですが、どっかのおばちゃんにグッピーをもらったことがきっかけだった気がします。当時の水槽は60センチの大きなやつで、磯綱砂利的なやつにシュッとした剣みたいな水草と、応援団のチアガールが持ってるボンボンみたいな水草を刺してるだけの、そんな感じだった気がします。ブーンってこうエアーのブクブクが動いてる音が結構うるさくてですね、部屋に置くなーなんて親に言われてたりしました。しかも水も跳ねるし、ライトは重たい蛍光灯でして、ブルーライトと白い蛍光灯がありました。生態はグッピーとネオンテトラとカージナルテトラ、赤いやつですね。それを入れてたと思います。当時はお金が全然なくてですね、お小遣いも月1000円くらいでして、コロコロコミック買ってうまい棒1日1本食ったら終わりなんですよね。そんな財政困難の時期にアクアリウムなんて大変な趣味でした。当然 CO2 の添加なんて夢のまた夢カードでして、しょぼい施設でやってました。でも当時安かったんですよ。コリドラスなんてアルビノっていう白いやつは3匹で198円とかで売ってましたし、アヌビアスナナや流木、土、もじゃもじゃした苔のウィローモスを、ウィローモスっていうんですかね、ウィローモス、どっちでもいいか。それを水と陸の半々があるアクアテラリウムかななんてのに挑戦してみたりしました。緑の苔が生えたり、カビが生えたり、白い糸ミミズみたいのが発生したりして、あとグッピーの尾ひれにカビが生えたり、コリドラスもね、半年でお亡くなりになられたりして、いろいろ苦労しながらやってました。その時はインターネットもまだまだ ISDN のピロロロロロピーの電話回線の時代で、今よりも情報量も少なくて、よく自転車で通ったトロピランドっていう熱帯魚屋さんがあって、そこの店長らしきおじいちゃんがよく丁寧に教えてくれたんですよ。あと値段もおまけしてくれたりしてました。そんな人に支えられながらやってました。最後は生態も2年くらい生き延びてくれました。その後は高校生2年生ぐらいの時に引っ越しを機に手放すことになっちゃいまして、高校の時は居酒屋でバイトしてて、そこの店長に引き渡すことになりました。その後居酒屋は潰れちゃったんですけど、僕のコリドラスは今でも元気なんでしょうか。でですね、アクアリウム始めようってのに水槽買って石入れたり流木入れたり草生やしたりしないんかいって思うかもしれませんが、はい、まだしません。いややろうと思ってアクアショップ行ったんですよ。そしたらめちゃくちゃ高いじゃないですか。 ADA なんてブランド初めて知りました。テトラくらいしか知らなかったですし、水草なんてちょこっとで1000円近くしますし、コリドラスもアルビノで3匹で1400円してびっくりしました。
全然物価も違いますもんね。当時は消費税 5% 導入された後の IT バブル崩壊真っ只中で、日経平均も1万程度、今の半分以上安いですしね。それ言ったら大卒初任給も昔と違いますけどね。まあ今年子供も生まれまして、貧乏人のお父さんです。お金がないのは昔と変わってません。いや、あるんですけど、奥さんに何買うか言わないといけません。まあでもうちは結構言えば買わせてくれます。タバコもお酒もしないですし、お仕事終わったらすぐ家に帰ってきます。お金使うこと全然ないんですよね。前はオンラインゲームなんかやってましたけど、かかっても月1000円とか2000円っていう安い楽しみで全然お金使えません。経済的なお父さんです。こんにちは。というわけで、できるだけ安く、品物はある程度いいもの安くをテーマにやっていきたいと思います。なんて言ってるから日本の消費が落ち込むんでしょうね。まず水草をメルカリで買いました。それでそいつを育てて増やしてから水槽を始めようって思って、早速クリオネの捕食のように衝動的にポチりました。メルカリ結構出品してるんですよね。緑の絨毯なんて憧れて、前傾層のグロッソスティグマとなんだっけな、ニューラジパールグラス、あとショートヘアグラスを買いました。ちゃんと育ってくれるといいんですけどね。これも時期が8月終わりでして、ネットで調べたら5月くらいが始めると気温や湿気具合がいいらしくて、ちょっと始めるの遅かったかなーって思ってます。暑いし日差し強いし、すぐに秋入っちゃうんで完全にオフシーズンなのかなって思ってます。でも今やりたいからやっちゃいます。やり方なんですが、だいぶ動画過ぎちゃいましたけど、園芸用の土がカインズに売ってるんで、それをプラスチック容器に入れて、土入れて、水が抜ける穴を開けて終わりです。この土は牛の糞とか動物的なやつ入ってないんで、全然臭くないですし、なんか植物に適した土なんでよく育つらしいです。一応今回外用なんで蚊が湧くと嫌なんで、ネットなんかしてみたりしようと思ってます。で、時期が時期ですので、保険で家の中用のも作ってます。これ慣れてきたので10倍買い保険使います。ショートヘアグラスバラすの大変なんですよね。1時間くらいかかって1本ずつバラしました。これもね、メルカリで買ったんですよ。で、パールグラスおまけでついてきました。お箸で一本一本植えてるんですけど、こういう作業って没頭できていいですよね。仕事での気疲れも忘れそうでとってもいいです。一生やって過ごしたいです。やっぱり無理です。すいません。外で撮ってたのはバリアングルタイプのニコンのデジカメなんですけど、これやめまして、これは現在スマホで撮ってます。映像綺麗ですよね。オートフォーカスですし、映像も明るくていい感じです。僕のスマホは8900円で買ったファーウェイです。ノバライト3ってやつですね。アメリカのトランプ大統領が絶賛標的にしてるファーウェイで、 Google プレイがとか Android を提供してる Google なんで、アメリカが使わせないぞなんて言ってるんですよね。そしたらソフトの更新もアプリも使えなくなるなんて噂がありまして、そもそも Android ってフリーウェアじゃなかったでしたっけ。誰が使ってもいいはずなんですけどね。確か中の部品を使わせてやらないぞみたいなこと言ってた気がします。よくわかんないですから、そんなの気にせず買っちゃいました。 iPhone SE と同じくらいの性能みたいです。使ってみたらすごく良くて満足してます。植え終わったらちょっと下敷きで柵なんか作っちゃったりしてみました。で、これはね、虫除け&万が一土の中に虫が入ってて湧いちゃった時に家の中に出ないように張ってるネットです。厳重に蚊とかアリとか万が一にも入らないように防護してます。結局家の中では虫湧かなかったんで、後日取っ払っちゃいましたけどね。そんな感じで完成です。これ穴開けてますけど、
ドリルっていう崇高な道具がないもんですから、壁に穴を開けるためのネジを差し込んで無理やり穴作ってます。結構力がいりました。こういうのやってるとね、ドリル欲しいなーって思うんですけど、我慢です。代用聞くものはそれで我慢します。最後に養生テープを適当に貼って終わりです。はい、庭先に置きました。ここは日当たりがいいんで、この場所に置きました。なんか草の上に置くと虫がガンガン入ってきそうなんで、ちょっと高いところに置いてます。で、こっちはですね、保険用で一応部屋の中にということで、窓際の一番日当たりのいい場所ですね。そこに置いてみました。さて、これがどんな風に育つか楽しみです。また経過報告します。ご視聴ありがとうございました。